宇宙の魂からパワーをいただいて、本当の自分に出会う、魂に出会う。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマはこんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は、魂について、皆さんと共に、考えてみたいと思います。そもそも魂とはどういったもので、その魂を磨く方法など、そういうものはあるんでしょうか？私たちがこう寝て体がこう動かなくなってね、寝てる時にこう夢を見させている存在というかね、エネルギーを送ってくれる存在がある。死んだら体があっても心があってもこう動かなくなるわけです。だから動かせている存在がある。でそれを魂、あるいはアートマンって今サンスクリット語で言うんですけどね、さらに大きなね、宇宙の魂、それをパラマアートマから分かれたのがアートマ、それを魂で、宇宙の魂からこう個人の魂、個人が一つ一つ魂を持って、それによって、宇宙の魂からパワーをいただいて、でそこからみんなをこう生かしめている。そことしっかりね、つながることでもっともっと充電されてね、そしてパワーをいただいて生命力がみなみでこう生きることができる。だからそれみんな体を使いすぎたりね、心を使いすぎたらこう疲弊をしてね、もう何にも考えられなくなって回復できないくらいになってしまうんですね。そこに魂はあるんですけど、それをこう動かすね、こう回復するためにね、本当の自分に出会う、魂に出会う。みんなは自分は体だと思って、自分は心だと思っているわけですよ。心の働きに常に翻弄されている。ね、今日どうしようって、明日どうしよう、また次どうしようって心配がこうずっと止まらないわけです。で、過去に対してもこうそこに心を持ってると心がつながっているので、ずっと影響を受けている。心とどっぷりつながっている。自分はね、こういう体をしているとかね、これだけの力しかないとかね、で病気を持ってるとかね、自分は体だと思ってる。だからもっともっと自分はね、本当の自分っていうのがあって、でそこからこう生かされてるね。だからその体と心を休めてもね、こう生きている。でそれをこう休息させていく。休息させるとね、魂そのものになるわけですよ。それが究極のサマディなんですけどね。で自分は一体誰であるのか、セルフを知っていく。セルフリアライゼーションっていうの、自己の悟り、ね、究極の悟り。その自己発見っていうのはね、多分こういろいろこう潜在能力を発見していくのに、違う考えの自分に出会っていこうみたいなところだと思うんですけど、本当にさらに究極のね、セルフを悟っていく。で、ゴッドリアライゼーションってね、それはさらに大いなる神があって、それを悟っていくってね。体は宇宙のね、ミニチュア、体に全部宇宙のね、要素が入ってるから、それを知り尽くしていくと宇宙そのものが全部理解できる。で、それを清めてね、で、いろいろなとらわれを外して、これはどういう意味であったのかなっていうのを分かって、一つ一つ外していってね、純粋になっていくんですね。こういう心配する心は自分ではない。こういう欲望の心は自分ではないというふうにね、いろいろな意見とか、いろいろな知識がありますよね。で、それは知識は何かの情報であってね、それはあなたでは
ないわけです。そういういろいろな思考が集まって、ね。で、心はもちろん感動したり、いろいろな働きがあるわけ。だから心の働きをね、こう、ストップさせるっていう。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。心って動いてる。常に動いて変化をしてる。海のこう表面の荒波のように動いてるから、沈めていくとね、とその奥にあるその心を生かしめている存在っていうのが現れていく。だからまあ心もね、すごく何層も何層もあって潜在意識っていうのがあるね。だからそこも清めていって、でそれの透明になっていくとね、無限の愛があり、無限の英知があり、無限のパワーがある。でそれをこう発見して、セルフリアライズ、魂の出会い。で、私のところはディキシャと言ってね、で、まず一気にね、こうブレッシングを与えて、ヨガタが宇宙の魂と一体になったので、でそこからのパワーをこう皆さんにお伝えして、でその魂に到達するね、ヒマラヤ直伝のね、マントラっていうのを差し上げるのね。そしたら皆さんその心のいろいろ曇りがね、どん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 溶けてね、でその魂に到達していくようにね、でそこからのパワーをいただいて、傷ついた心が癒されてね、そして平和な心になってね、純粋になっていくと、物事がよくわかる、愛あふれる人になっていく。瞑想をこう日々やっていくことで、そういうクオリティが発達してね、魂自身がね、こういう純粋な存在である。そこからこう発生したエネルギーがね、すごく純粋でね、そして愛に満ちて、で知恵に満ちて平和なわけですよ。で、魂は不動なの。でそこにつながることで、不動の人に。で、その魂を人の大きさでもあるし、またダーッと拡大、さらに宇宙的な魂になって拡大して、まあそういうことで魂に出会っていく。皆さんがね、その日々、瞑想修行をして、本当の自分、魂に出会っていく。で、魂が私たちを生かしめて、不動の存在で、いつもあなたを守ってくださって、宇宙のね、魂があなたを守ってくださって、あなたはそこから愛によって生まれたのでね、寂しくないわけ。だけどみんなはね、こう離れちゃってるからね、で自分は心だと思って、自分は体だと思ってね、すごく迷いの中に生きてるわけですね。だからディキシャでそこにつなげてあげて、そしてまた魂を追うね、そこにいろいろカルマというね、行為の結果がこう染みついてるから、ヒマラヤシッダー瞑想っていうのいろいろ魂にくっついたね、いろいろなこう汚れをね、積極的にね、取り除く秘法があるんですね。そうやって皆さんどんどんその秘法をいただいて実践をしていくとね、魂からのパワーをいただいてね、でやがてはそのセルフリアライゼーション、完全な人間に、本当の自分になっていく。まあ自分は体だと思ってるのはね、自分の価値観に翻弄されてるわけですよ。ヒマラヤの恩恵でね、皆さんがさらに人間完成を目指していくことができるんですね。だから仕事をしながらね、さらにそういうね、修行もぜひしていただきたいと思います。瞑想を取り入れてない人は魂からのエネルギーをうまく活かせていないっていうことになるんですかね。そうですね。自分をこう体と思い、心と思ってるので、そこのパイプがないわけですよね。それをぜひこうしっかりつなげていただいて、再構築して、そして悟りへの道を歩んでいただきたい。それが自分がスピリチュアルの人になるっていうことなんですね。今まではこう肉体的な人っていうかね、心のレベルだけで生きているので、もっともっとこう未知のね、
世界があって未知の力があってね、計り知れない力があなたの中にあるということね。そういう存在によってこう命をいただき生かされているのでね、自分を尊敬してね、自分を愛してね、力強くね、探求して生きていっていただきたい。まだまだね、成長ができるということですから、希望を持って皆さんが完全な人間になれるということでね、さらにね、こういう機会をいただいて成長していただきたいと思います。